はい、皆さんどうもラスです。今回なんですけど、自分のね、使ってるノートパソコンなんですけど、パソコンってこういう横とか見た時にいろいろね、こういう、いろいろ指すところあると思うんですよね。こういうところとか。あと、この左側でしたら、こういう感じですね。自分のパソコンだと、結構ポートあるんですよ。で、後ろですね。後ろも、こういう感じで指すところあるんですけど、なので、今回はですね、パソコンのね、いろいろこう、入力端子あるんですけど、入力端子どういう風に使ったらいいのかっていうのをですね、皆さんにシェアしていきたいと思います。私の動画ではこういうパソコン関係の役に立つ動画を配信していっておりますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、順番に解説していきたいと思います。はい、じゃあですね、右側面のこの入力端子から順番にね、解説していきたいと思います。まずですね、この丸い穴が開いてるところですね、この本当に丸っこい小さい穴が開いているポートあるんですけど、これはですね、基本的に音声関係の入力端子だと考えていただければ大丈夫かなと思います。一応ですね、パソコン見ていただくと、丸い穴の近くにですね、このマーク書いてると思うんですよね。これである程度どういう音声の、入力端子なのかがわかるようになっているかなと思います。まず左側は、これヘッドホンみたいな形してるんですけど、なので、これでですね、パソコンの音声をイヤホンとかヘッドホンを挿して聞くことができる端子になります。なので、この iPhone とか買った時とかにですね、ついてくるこのイヤホンあるじゃないですか。こういうのをですね、挿して使うことができます。これを挿して、で、このね、イヤホンでパソコンで使ってるね、音をこれで聞くことができるようになるというような感じで、マジで外すときはこんな感じです。パソコンの電源入れた後にこれ挿してね、どんな感じで使うのかも解説してみたいかなと思いますんで、この後ね、よかったら見てください。で、続きまして、こちらですね、マイクのマークがあると思うんですけど、これマイク入力端子ですね。さっきのね、ヘッドホンのね、音声出力の方だったんですけど、こちらはですね、ここに、マイクのね、入力端子を挿して、自分のね、声を録音するときにこの入力端子を使うことがあります。なので、電気屋とかでですね、マイクとか買ったときにこのね、入力端子ついてくると思うんで、自分の声を録音したいときはこの入力端子に挿して自分の声を録音するという感じで使います。今回ね、このマイクの入力端子の製品を持ってないんで、今回割愛させていただくんですけれども、もしですね、皆さん自分の声を録音するときはこの入力端子に挿して録音をしてみてください。で、続きまして、こちらの波みたいなのがあるマークですね。こっちはですね、LINE 入力端子と呼ばれているものになります。基本的にはそんなに使わないんですけど、パソコンの音をですね、別の機器に入力させたい場合ですね、スピーカーとか別の機器に入力させたい場合は、この LINE 入力端子につないで、スピーカーとかとつないでいくというような感じにするときに使いますね。音声関係の入力端子は以上になりますね。はい、続きましてですね、USB 関係の端子に関して解説をしてみたいかなと思います。USB の端子はですね、いくつか形があってですね、この、なんていうんですかね、平たいちょっと丸っこい感じの端子ですね。この横長のちょっと丸みを帯びたような端子と、あとですね、横長のこの四角形ですね、の端子、2種類あるかなと思います。で、こっちのですね、細い方ですね、細くて、丸い方の端子は、USB のですね、Type-C の端子となってまして、こっちの四角い方はですね、USB の Type-A の端子という風に覚えていただければ、大丈夫かなと思います。これのですね、ケーブルどんな感じかっていうとですね、はい、端子はですね、こういう Type-C の端子はこういうものになります。わかりますかね？さっきの口と似たような感じになってるかなと思います。この細い丸っこい端子が、USB の Type-C の端子となります。これをですね、こんな感じで挿していきますと、こんな感じですね。カチッと。ちょっと片手じゃやりにくいんで、こんな感じで USB の Type-C の端子を挿していきます。で、もう一つもですね、Type-C になっている場合と、あとはですね、こっちの口になっているケースもあります。こっちだと Type-C と Type-C のケーブルです。なので、パソコンとですね、つなぐときは、まずね、パソコンの方はType-C でつなぐんですけれども、こっちもですね、Type-C の時は、Type-C の口にあった製品をですね、つなげていく必要があります。例えばですね、こういう外付けの SSD ですね、こういう外部ストレージを持っているんですけれども、これはですね、入力端子が SSD のポートになってますので、なので、そういう時は Type-C のケーブルを使って
こいつとね、挿して、パソコンにつないでいくという感じで、使っていますね。で、もう一個のパターンとしては、一方はこの Type-C の端子で、もう一方はですね、こういう Type-A の端子になるケースがありますね。なので、こういうケーブルの場合は、こんな感じでパソコン側は Type-C のケーブルで挿していくんですけど、もう一方はね、この Type-A の端子なので、こういう場合は Type-A の端子に合った製品を挿していく必要があります。はい。で、続きましてですね、今度は、パソコンのね、口が Type-A のタイプですね。どういう感じで使うかっていうとですね、こっちはですね、マウスとかキーボードの入力端子は基本的にね、Type-C じゃなくて、Type-A のね、端子になっていることが多いです。例えばですね、私こういう無線のね、マウス使ってるんですけれども、この無線のね、端子が、タイプ A の端子なんですよね。なので、このマウスをね、使おうと思った時は、この無線の端子をこちらにね、挿して、で、こんな感じで挿すと。で、こちらのね、電源を入れると。これ挿すとですね、このマウスとですね、この端子が、通信して、このマウスをね、使うことが、できるようになったりします。なので、USB の、タイプ A の端子はマウスとかね、使うとき、あるいは、他にもね、キーボードとかもあります。キーボードは有線の方を使ってるんですけど、キーボードもね、端子はこのタイプ A の端子になっていることが多いので、これをですね、こんな感じで繋いでいくんですけど、こんな感じですね。よいしょ。こんな感じで挿して使っていきます。ただですね、USB のこのタイプ A の端子でちょっと使いづらいところが裏表があるんですよね。なので裏表が合ってないとこれちゃんとね刺さんなくて、逆になっているとですねうまく刺さんないですね。こう刺しても刺さんないんで、向き上下合っていないとこうやってねちゃんと刺せないので、そこだけねちょっと面倒なんですけども、こんな感じですね。タイプ C のいいところはですね、裏表がないんですよね。なのでタイプ C のいいところはこうやってね、表でもこうやって刺せますし、逆にこっち側裏にしてもですね、こうやってカチッと刺せるんで、裏表ないのがこのタイプ C のいいところですかね。最近はですね、僕は結構タイプ C の端子に対応している製品をよく使うことが多いんですけど、どうしてもね、まだタイプ A の端子の製品とかが多いので、使い分けるようにしてますね。できれば今後はタイプ C に統一していきたいかなと考えているような感じで使ってますね。このタイプ C とタイプ A をよく使うんで、皆さんもね、知っておいていただけるといいかなと思います。で、次はですね、こちらのポートの解説していきたいと思います。こちらはですね、LAN ポートと言いまして、パソコンがね、いっぱい繋がっているようなマークがあると思うんですけど、これはですね、LAN ケーブルを挿すところ、インターネットの接続をするときにですね、有線で接続したいときはこの LAN ポートに LAN ケーブルを挿してパソコンとね通信していきます。はい。で、これがですね、LAN ケーブルになります。電気屋さんとかで売ってると思うんですけど、これをですね、先ほどのポートに挿していきます。これはですね、この下側、この突起がある方、下側ですかね、この場合は。感じで。で、基本的にはカチッというところまで挿していきます。これでパソコン側に挿したんで、もう一個ね、ケーブルがあるんですけれども、これはですね、ルーターの方にも同じようにね、この LAN ポートがあるので、これをですね、ルーターの方にも挿して、で、インターネットの接続をしていくというような感じで、使うことになります。で、私はですね、この有線 LAN は使わずにですね、無線 LAN でインターネットの通信をしていることが多いので、有線 LAN でね、安定的に通信したい人はこの、LAN ケーブルを買って、ルーターとね、接続してインターネットの接続をしていくというような感じで、使っていただけるといいかなと思います。で、続きまして、横長のこのね、口があるんですけれども、これはですね、マルチメディアカードリーダーですね。こちらのポートはですね、ビデオカメラで撮影したデータをですね、SD カードに保存したりするんですね。なので、この SD カードとかをここに挿して、でパソコンに読み込みさせていくというような時に使うことが多いです。例えばですね、こういう SD カードですね。で、実際保存する先はこちらのマイクロ SD カードになるんですけれども、SD カードのアダプタって呼ばれるものですね。これに接続してですね、これをですね、マイクロ SD カードにこのアダプタを挿して、でからこのパソコンにですね、挿して、でカチッというところまでやって、これでパソコンに認識させていくというような感じです。外すときはですね、これ押すともう一回ね、カチッといって、シュッと抜けるんで、ビデオカメラとかで動画、録画とかしてる方はですね、この SD カードに保存して、で、パソコンに読み込ませるときはこういう感じで読み込ませてい
くというような感じで使う時が、ありますね。こんな感じですね。他にもですね、自分のパソコンにこの SIM カードを挿すところあるみたいなんですけど、SIM カードあんまりね、使わないかなと思いますんで、今回ね、割愛させていただきます。はい。で、続きましてですね、左側面の方には、このね、HDMI っていうのがあると思うんですけど、これは HDMI 端子というものになってまして、パソコンの画面ですね、を別の場所にね、出力するときにこの HDMI のポートを使うことが多いです。自分の場合、パソコン本体とは別にですね、こういうモニターをですね、買っていて、これにですね、パソコンの画面を出力させることがよくあるんですね。こんな感じですね、パソコンの、このモニターからですね、この HDMI の端子が、刺さっているんですけど、この HDMI の端子をですね、パソコンの端子にも挿していきます。で、挿すとですね、このモニターの方に繋がっていてですね、で、パソコンの電源を入れるとですね、このモニターの方に画面出力がされるというような感じになります。後でですね、実際にどんな感じで画面が出るのかも、パソコンの電源入れた時にですね、ちょっと確認していただこうかなと思います。HDMI 端子はですね、テレワークとかするときに、このモニターあるとね、すごい作業がはかどるので、そういうときにですね、この HDMI 端子よく使うことがあるので、よかったらですね、覚えておいていただけるといいかなと思います。あとはですね、こういう端子もありまして、このね、なんか、四角い画面のマークみたいなのがあると思うんですけど、これはですね、ディスプレイポートと呼ばれているんですけれども、ディスプレイポートはですね、自分もあまり実は使ってないんで、あまり詳しくはないんですけれども、ディスプレイポート使っても、パソコンの画面を出力をですね、別のモニターの方に出力したりすることもできるようになってます。基本的にはですね、この HDMI あれば特に問題ないかなと思いますね。今回はね、詳細は割愛させていただきたいと思います。はい。で、最後ですね、こちら丸いね、穴あると思うんですけれども、これはですね、電源ケーブルを挿すポートになります。これがないとですね、パソコンに電源を供給できないので、パソコンのね、電源を入れることができないので、これ結構重要ですね。基本的にここはずっと挿したままですかね。自分の場合はですね、電源ケーブルの口はこんな感じになってまして、ノートパソコンだと大体ね、こういう口してるのが多いかなと思うんですけれども、これをですね、伸ばしていって、で、ここにね、挿していくと、ちょっとね、形があれなんですけど、はい、こんな感じでパソコンのね、電源ケーブルを挿していきます。こうすることによってですね、パソコンに電源を供給して、パソコンの電源を入れられるようになっています。後でね、実際に電源を入れるところとかも、見ていきたいかなと思います。それぞれの入力端子にいろいろね、挿していってどんな感じで使うのかっていうのも実際にね、確認していこうかなと思います。まずですね、電源ケーブルを挿して、パソコンの電源を入れていきたいかなと思います。パソコンですね、まず電源ケーブル挿していない状態だと、この電源ボタンを押してもですね、電源がつかないので、さっき説明した通りですね、まずこの電源ケーブルをですね、パソコンの方につなげていきます。こんな感じで、まずね、カチッとこれをね、挿していきます。で、これでパソコンに電源が供給されるようになったので、パソコンの電源を入れていくことができます。これポチッと押すと、これで一応ランプがついて、電源が入ったことがわかるかなと思います。はい。一応これでですね、画面が立ち上がりました。で、続きましてですね、この HDMI の端子を挿すと、この外部モニターですね、ディスプレイの方にも出力されるはずなので、確認してみたいかなと思います。この HDMI 端子をこちらね、挿していきます。はい。こんな感じで挿すと、はい。こちらにね、出力されたのがわかるかなと思います。この画面、これ15インチしかなくて、こっちはね、27インチあるので、この画面が大きいんで、すごいね、作業がね、はかどるので、ノートパソコンを使ってる方は、この外部ディスプレイにね、出力するのがいいかなと思います。こんな感じでね、HDMI の端子をね、挿して出力していきます。じゃあ続きましてですね、このマウスを使っていきたいかなと思います。でマウスはですね、これ今電源入ってるんですけど、使うためには無線のマウスになるので、このね、端子を挿していかないといけないんですね。なので、これをね、さっきの USB のタイプ A のポートですね。タイプ C とは形が合わないので、このタイプ A の端子に挿していきます。で、裏表があるので、ちゃんとね、間違えないように挿していきます。で、挿すとですね、今度、このマウスをね、動かしていくんですけれども、こんな感じで動かしていきますね。そうするとですね、一応このマウスがね、反応しているのがわかるかなと思います。こんな感じでマウスが認識されて、使うことができるようになりました。で、あとはですね、カードリーダーも一応念のため確認してみようかなと思います。カードリーダーは、SD カード挿すとこですね。
これに挿すと、パソコンがね、認識して、このデータを読み取ってくれるようになるはずです。これ挿していきましょう。挿すとですね、こう音が鳴ってですね、で、このエクスプローラーっていうのを開いてですね、この PC ってあるところに出てくるようになるんですね。こんな感じで、SD カードが認識されているのがわかるかなと思います。こんな感じでね、パソコンに読み込ませて、ような感じですね。で、使わないときはこのままやれば、トゥルルンって言って、これでね、外されたのがわかるかなと思います。他にもこの外部ストレージの SSD ですね。こっちは Type-C のポートに、挿していきます。こんな感じで挿すと、こっちも同じように音が鳴ってですね、パソコンが認識してこの SSD の中にアクセスすることができるようになります。これもですね、使わなくなった時はこうやってね、挿して、こうやって抜いていけば OK ですね。あとはイヤホンジャックですね。イヤホンジャックは、このヘッドホンのマークがあるところに挿していきます。で、挿して、あとはここでね、これを耳にかけて、普通に聞いていくことができると思うんですけれども、音量調節とかしたい方はですね、この右下の、スピーカーってあるところで、これでイヤホンの音量調節することができるので、音量とか大きいなと思ったらちょっと下げればいいし、っていうような感じで調節をしていけばいいかなと思います。はい。ということでですね、今回はパソコンの入力端子についてですね、いろいろ解説をさせていただきました。今回の動画少しでも役に立った、良かったと思ったらですね、いいね、高評価いただけると今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。今後もパソコン関係の役に立つ情報をシェアしていきますんで、よかったらですね、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。